こんにちは、よすけです。今回はこんなものを買ってみました。スマート 3D ホログラフィックディスプレイ。いわゆるバーサライタというやつで、ちょっと面白いことを考えているので、とりあえず開封していきます。購入したのは、いわゆるバーサライタと言われる装置。ネット上で魔法陣などを空間に映し出しているあれです。Amazon で3600円ほどで購入しました。LED が直線上に50個ほど並んでいて、この LED が発光を変えながら回転することで映像を映し出す仕組みみたいです。説明書を読んでもよくわからなかったので、とりあえず USB を接続してみます。おほほ去年のクリスマスシーズンに買ったので、クリスマス感満載の映像がプリセットされていました。当初はデスクミニの木製ケースをクリスマス仕様にするのに使おうと思ったのですが、時間が足りなそうだったので、その時は開封せず、塩漬けにしてしまいました。動画だと明滅しているように見えますが、肉眼だと綺麗な連続した映像になっています。ブラックマジックカメラを使用して FPS とシャッタースピードを24分の1にしてみました。肉眼に近い映像になったと思います。プリセットの中には半券的にアウト臭いものも入っていました。あと、赤外線のコントローラーが付属していて、消音にしたり映像を切り替えたりすることができます。バーサライタ本体は回転体への接触を防ぐためにアクリルケースの中に入っています。LED は中心から片側に並んでいるタイプです。本体はケースに2箇所でネジ止め。LED と反対側にマイクロ SD カードが入っていました。回転するので重心が回転軸と一致するようになっているのだと思います。SD カードの中身はこんな感じ。映像が保存されていると思われるバイナリファイルと、多分専用ソフトの ZIP ファイル。解凍してソフトを立ち上げるとこんな感じ。左上に装置タイプとあるので、ここで購入した製品を選びます。割愛しますが、説明書に型番などの記載がなかったので、総当たりで試したところ、購入した製品が F mini 11だということが分かりました。緑色のボタンの選択ファイルを押して、投影したい画像を選びます。とりあえず、のすけのチャンネルマークを選択。画像が白い破線の内側に入っていることを確認して導出します。こんな感じでバイナリファイルが生成されました。バーサライタに SD カードを挿して USB から電源を供給すれば OK。製品の特定に苦労しましたが、結構簡単に画像の投影ができました。ちなみに製品タイプが間違っていると、こんな感じで画像がバグります。どんな面白いことを考えているのかというと、これです。CPU ファンとバーサライタを合体させてみようという試み。去年の10月頃にオリオスペックの YouTube で CPU ファンとバーサライタを合体させたものが紹介されていて、購入したいと問い合わせしたところ、非売品とのことだったので自分で作ってみることに。どうやって合体させるかなんですが、回転する LED への電源供給が難しそうだったので、バーサライタは丸々使うことに。バーサライタの回転部分に羽を取り付けることにしました。ということで、サクッとファンの羽を設計。羽の形は風量とか騒音とかに影響がありそうだったので、その辺に転がっていたファンを真似してみました。羽の枚数は共振を防ぐために9枚です。ロフトを使った設計方法は、オートデスクコミュニティを参考にしたので、概要欄に貼っておきます。改造系の 3D プリンターで印刷。羽は 1mm 厚で薄いので、合成と人生を両立できそうなレジンを買ってみました。サポート材を剥がしている最中にやっちまいました。それほど人生は高くなかったようです。割れるんかい。残念ながら 1kg6000 円を買ってしまったので、細心の注意を持って対策とすることにします。再印刷して二次硬化まで完了。サポート材のバリがひどいので、慎重にヤスリで表面を整えます。羽はバーサライタの回転部分にはめ込むだけの簡単構造。
抜けないようにキツキツになっています。バーサライダーに取り付けて回転をチェック。多分大丈夫でしょう。一時的に取り外しておいた LED をハンダ付け。隙間が小さいのでめちゃくちゃやりにくかったです。取り付けるケースも追加工。ファンの数が抜けるように穴を開けていきます。穴をノコギリでつなげて拡大。あとはひたすらヤスリで形を整えます。こんな形になりました。剛性を確保するために太めにフレームを残しています。ケースを取り付けて完成。早速電源を入れてみます。あれ、さすがにダメか。回ってる。マジか。失敗しましやた。はりダメか。画像が回転してしまいます。ファンの負荷によって回転数が落ちて LED の発光タイミングと同期できなくなったようです。PWM で回転数が一定となるように制御していると思っていたのですが、そうではなかったようです。バイナリーファイルの中に回転数の設定値があるかもと思って調べてみたのですが、数字の羅列でよくわかりません。X でフォロワーさんの力を借りました。異なる画像のバイナリーファイルを比較すると、先頭の2バイト以外が異なり、先頭の2バイトを変更すると画像がバグってしまうことから、バイナリーファイルには画像のデータしか入っていなそう。回転や発光タイミングの情報は、バーサライタ本体に設定値が保存されていそうということが分かりました。すぐに良い方法が思いつかないので、とりあえず他のことを進めることにします。何を進めるのかというと、アクリルでケースを作ります。最初は今回のファンを以前に作ったデスクミニのピラーレスケースに搭載しようと思っていたのですが、デスクミニの木製ケースの図面が流用できそうだったので、せっかくなので一から作ることにしました。まずはアクリルカッターで大体の大きさに切って、ヤスリとコッパを使用して直角と寸法を出していきます。スライステーブルでルーバー部分とスイッチ部分を切削。こんな感じにできました。ファンを取り付ける側面パネルも加工します。ノコギリで穴をつなげて、あとはヤスリでひたすら形を整えます。こういう作業は修行僧が仏像を彫るのと似ていて、煩悩を取り払い、明鏡止水の真理に到達することが、バーサライタの問題を解決する良い案を思いつきました。とりあえず工作を完了させます。ファンのケースはこんな感じで取り付けられます。あとはスイッチなどの細かいパーツをヤスリで削り出します。ぴったりと収まりました。こういう部分は目につくところなので高い精度を心がけています。マザーボードなどを固定するレールのような部品も 3D プリンターで印刷しておきました。揃ったパーツを溶剤タイプの接着剤で接着。と思ったのですが、うまく接着できませんでした。というのも今回使用したアクリサンデーの MR というアクリルパネルは、溶剤タイプの接着剤では接着できないようです。傷がつきにくく、なかなか良いものだったのですが、こんな欠点があるとは思いませんでした。仕方がないので、普通の接着剤で接着することにします。が、これが悲劇を生むことに。もう少し乾くまで待つべきでした。接着剤が垂れた部分は磨いて修正したので、ほぼ1日を費やしてしまいました。ファンのケースもパネルと接着。あとは細かいパーツも接着していきます。接着剤が乾いたら組み立て。こんな感じで組み上がりました。
かなり良い感じに仕上がりました。今回はクリアのアクリルパネルを使用しましたが、薄い色付きでも良さそうです。早速電源を入れてみましょう。FPS が60分の1だと分かりにくいです。暗くして FPS を24分の1にしました。当然のことですが、回ってしまいます。良いアイデアというのは、ずんだもんなら違和感ない説ではありません。回るなら回してしまえばいいじゃない。どういうことかというと、動画ソフトで回る動画を作成。その動画を専用ソフトでバイナリファイルに変換。あら不思議、動画が止まって見えます。というアイデア。早速試してみましょう。ダメです。回ってます。動画の回転する速さをかなり調整したんですが、このぐらいが限界でした。そもそもファンの回転が足りていないので、4分の1ぐらいがブラックアウトしちゃうんですよね。ということなので、今回は、魔法陣なら違和感ない説で我慢することにしました。ということで CPU ファンとバーサライタの合体。ちょっと残念な部分はありますが、なかなかうまくいったと思います。映像をぴったりと止めるアイデアがあったら、ぜひコメントでお願いします。ちなみにファンの冷却性能は Ryzen 7 5700G を冷やしきれない程度です。回転数が一定なので仕方がないです。アクリルケースと相まってパッと見は最高なので、4月に行われるニコニコ超会議のクリエイタークロスで展示しようと思っています。時間の都合がつく人は見に来てくれると嬉しいです。ではでは。